こんにちは、きこです。今日はインドのスピリチュアルについてお話ししたいなと思っています。私がね、住んでるところ、インドだからね、スピリチュアルといえばインドみたいなとこあるからね、どんな感じのスピリチュアル事情があるかというかね、そういうのをたまにね、ちょっとお話ししたいなと思って、シリーズ化してみようかな。なんか見たい人いるのかな。まず、そうだな、私のさ今までのちょっと、インドに興味持ったのとかその辺りでお話ししていきたいと思うんですけど、アガスティアの葉って知ってますかね。ブログにも書いてあるんですけど、要はそのなんだっけな何千年前の聖者っていう、スピリチュアルな人みたいな日本で言うとなんだろう、だからあれだよね、空海とかさ、なんていうの、イエス・キリストとかなんかそんな感じの人かな。日本じゃないかなんかとにかくそういうなんていうとちょっと聖者、ちょっと人間離れしたい人みたいなのがさ、インドすんごいいっぱいいるんですよ。もうとんでもない数いるみたいな。なんかね、住んでてものすごいいっぱいいるんですね。名前が出てない人がいっぱいいるっていう感じですね。そう、この国なんかその辺りとんでもないよね。聖者だらけみたいな感じですよ。そうんで、一番最初にさ、だからそのアガスティアの葉っていうので、何年前だっけ。今からもう20年ぐらい前なのかな。20、そうだね、一番最初インド行ったあたりだから、15年ぐらい前か。あ、OK。その、インドのさアガスティアの葉っていうのを南インドに見に行ったんですよね。でそのアガスティアの葉っていうのは何かっていうと、私の人生が、その何千年前のさ聖者が私の、出来事みたいのをこうパームリーフっていうこう木の葉っぱみたいな、ココナッツの葉っぱみたいなやつだよね。それにこう書いてアキコみたいな、それでお父さんはこういう人みたいな、お母さんはこういう人、なんか指紋でこう指紋をして、それでこう私の葉っぱが出てくるみたいな感じなんですけど、私の人生がこういうものみたいなそういうのを南インドに見に行ったことあったんですね、昔。そうなんか多分日本からもツアーとかもあると思うんですけどね。そうでそのなんかこう、アガスティアの葉見に行って、要は良かったんですけど、途中で端折られちゃって意味が分かんなかったんですけど、私の本当に名前があったり、出来事があったり、お父さんの名前があったりっていう感じで、何千年前の聖者だからね、何千年前の人がさそんなこと書くっていう、多分アカシックレコードの未来を見てたんじゃないかなっていう感じですけど、そういうことが、南インドの人でやってる人がいて、結構世界的に有名になったんじゃないかな、アガスティアの葉っぱっていうのは日本でも人気になったりして、それでアガスティアの葉がさ南インドであってすごいなとか思ってたんですけど、なんか近くのお寺みたいな、なんで神社っていうか、そのアシュラムっていうんですけど、お寺か、そこでさやっぱ読む人とかいいんですよね。なんか葉っぱのとこにさ出来事とか書いてあって、こうなんかサイコロみたいの振って、でその葉っぱに書いてある出来事、なんかちょっと占いなのかなと思ったけど、やっぱ出来事的に合ってたりするから、やっぱりそういうのをだからこうアガスティアの葉っぱみたいになんていうのかな、霊視というか、なんていうのこれ、未来を予測して、読んでいた人が、ここすぐ近くにいたりするっていうさ、それがもうなんかその人が読んでたっていうよりも、それが代々受け継がれていた葉っぱに書いてあるみたいな感じなんですね。そういうのがさ、なんかこの辺りにあったりするってことはもうそこら辺にあるってことなんですよ。でこうサイキック能力がある人もたくさんいるしね。やっぱこの国はさその辺りはすごいというか、やっぱスピリチュアルな国だよね。で日常のさインドのこう日常のスピリチュアルとかサイキック能力みんなどうなのかってことなんですよね。奥さん、隣の奥さんとかいるわけじゃん。やっぱね純粋性もすごいんですよね。純粋、なんていうのかな、クリアさというのかな、人間のクリアさっていうところもちょっとなんか
なんていうのかな、動物並みにクリアなんですよね、人間が。とんでもないクリアな、なんかとんでもないエゴみたいな人もいるけどねなんかそれがあからさまで面白いみたいな。そうだ、インドの面白さはやっぱ人なんですよね。インド人が超面白いんですよ。あからさまだから、多分こう動画見てても面白いでしょ。みんな勝手じゃん。勝手だし、なんかみんな干渉してんだか干渉してないんだかみたいな感じだと思うんだけど、こういうとこもいいし、そう、あとだからそういうちょっとサイキックな人が本当に多いって感じですね。私の旦那さんとかもさ、こう普通っぽいじゃない。でもやっぱすごいこうお祈りをさいつもしてるからかなと思うんですけど、なんかね、宇宙語を話してる時とかやっぱすぐね眠りにつくんですよねなんか心地いいのか。あとなんかアルクトゥルスのさ音源みたいなあるじゃん、トム・ケニオンのこう音源みたいなのってさ、すごいわーみたいな感じの、覚醒の音楽なんですけど、もうなんか私が聞いてたんですよね、部屋で。そしたらさ、もう部屋に旦那さんが来て部屋に入った瞬間パタッと寝たんですよねなんか、気持ちなんだっけ、眠っちゃったみたいな、眠りに入っちゃったみたいな後で聞いたら、それぐらいもうちょっと敏感というのかな、それが何かとかも全然聞かないんだけどなんか敏感なんだよねこれ面白いなっていうところがあるかな。あとはあれもすごいんだよね。だから新聞とかにさ、もうホロスコープのよく占いとかあるじゃん。なんか雑誌とかに書いてあったりするじゃん。今週の占いはみたいな、それがさ新聞の結構大事なところに載ってるんですよ。それでさ、本気で私の自分自身のホロスコープはこれだからこれはこうしようとかさ、ホロスコープに対してのさその力の入れようがすごいんだよねなんかそんなにみたいな感じだけど、これがインドだなっていう感じだよね。そう、あとこの毎日のさ、なんて言うんだろう、出来事というか、毎日どういう風なさリズムで生きてるかって感じなんですけど、これがねすごいと思うんだけど、やっぱこう旧暦に沿ってるんですよね。だから満月とか新月の時とかはもうほんと必ず、だから今明日満月だよね。満月に向けてのなんかお祭りじゃないけどさ、あるんですよ、今やってんの。いっぱい人が通ってるんだけど、そういうのがあったり、新月前に、だからその新月前かな、新月の日だったっけなにも必ずなんかやるし、それで夏至とかさ春分とかあんじゃん、そういう節目みたいな、その時はなんかすんげえでかいのやんですよ。何人も本当うるせえなみたいな、ふーとかさなんかこうジリジリとかさ、なんか音楽とかがすんごいうるせえなとか思ってると、要はちょうどその時にさそういうお祭りみたいな、でっかいプジャみたいな、プジャってこうごま炊きみたいな、そういうのやったりすることが多いって感じだね。だから本当にこうやっぱりこうなんていうのかな、天体の、動きに沿って生きてるっていう感じのとこが強いのかなと思います。なんかね、あとこの聖者が本当にさうじゃうじゃいいんですよ。もう笑えるぐらいいる。どれぐらいさいるかってやっぱりインドに来ると分かるんじゃないかな。どの人が本物で偽物かっていうとこもあるんだけど、明らかにさ目がさちょっと人間の目じゃないようなとこを見てるっていうさ人とかがいますからね。これがね本当にこうなんて言うんだろう、すごいなって思うっていうか、その人数が半端ないみたいな感じ。でいまだに本当にそういうなんだろうな、住職さんみたいなことで生計立ててる人がもうすごく多いですし、そういうところの人たちをこう崇めてるようなさところもすごい多いよね。崇めてるっていうのかな、やっぱりそういうちょっと階級みたいのがあって、そう神様にタッチできる人とできない人みたいな感じのはあるんだけど、でもこう、カースト制度みたいのはだんだんなくなってきてるみたいなね。やっぱ IT が出てきて、今までのだから今の若い子たちっていうのはもう全然そういうの関係なく結婚とかもしてるみたいだしね。この辺りが本当に今の時代だなと思いますけど、
でもねやっぱりねアマゾンとか私よく買い物するんだけど、アマゾンとかもさスピリチュアルグッズとかがすごいあるんですよね。なんかキャンドルとかさやっぱりちょっとねやりたいじゃん。そうするとさすんごい種類のキャンドルが出てきたり、お香とかもすごいし、なんだろう、スピリチュアルグッズのこうなんだろう、まあ匂いのものとかさ、そういうものとかもさ種類が豊富だし、しかもすっごい素敵なのがいっぱいあるんですよね。これがやっぱり興味がある人がたくさんいるっていうこともそうだし、欠かせないものっていう感じなんだろうね。まあねすごい面白い、サイキック能力がある人とかもだから、とにかくスピリチュアルな人はさもう楽しくてしょうがないんじゃないかなと思いますね。あとはやっぱり土地のエネルギーっていうものもすごいかもしれないね。今さ私の周りに今ちょっとバウンドリーってさなんかこう塀みたいの作ってるからちょっと汚くなっちゃってるんだけど、見えるかな。私が住んでるとこってさこんなとこなんですよね。なんか見えるかな。本当にさ自然がたくさんあるところで、裏とかも裏庭っていうのかな。ちょっとだけちょっと向こうに行ってみるね。この間サイクロンがあってさひどいことになっちゃってたんだけど、本当にねジャングルなんですよ。あんまり見せたことないよね。あっちの方とかやばい。わかるかな。熱帯雨林のジャングルっていうよりももう草ぼうぼうみたいな、木ぼうぼうみたいな感じですけど、ここに鹿とかさなんかいろんなものが出てくるみたいな。クマとか出てこないけど、こんなとこにいいんですよね。見えるかな。ココナッツの木とかさ。だから、この間のサイクロンっていうのがあった時に向こうから風が吹いたみたいで、だから今ココナッツの木がさなんかちょっと不自然な形になってるでしょ。あれはだからサイクロンでかなりこうやっぱあんなさ木なのに、この辺の木とかもなんかかなりあれになっちゃったんだけど、もうとにかくこんなとこに住んでるんですよ私は。だからとても自然が豊かで、まあ都会にインドの都会にいる人もたくさんいると思うんですけど、私はなんかなぜか東京育ちのくせにこんなとこ来ちゃったみたいななんかそんな感じですけど、そうやっぱここのエネルギーがね、好きというかパワフルだね。そうだからまあねインド面白いですから、スピリチュアルかなりこうスピリチュアルな国だね。やっぱり楽。こうやってさなんかお祈りしたりとか、なんか私がさこう宇宙とコンタクトしたりとか、あとは宇宙語喋ったりとかやってますけど、なんかさ意外とみんな普通でしょ、周りの人たち。この人たちみんな結構マントラとかもちょっとこうなんていうのかな、トランス状態になったりして、神様のお祈りとかするからね。ちょっとこんな感じになりながらさ、歌とか歌ったりするんですよ。そういうことを、日常結構やってるから普通なんだろうね。あとねここは結構ちょっと宇宙的なあれで面白いのかなと思うんですけど、アヌンナキって分かりますかね。地球にさ地球のこうなんていうの、人間のベースを作った宇宙人って言われてるんですけど、アヌンナキって青いんですよね。調べると多分分かると思うんだけど、インドの神様はみんな青いんですよ、ほとんどが。シバ神とかもそうだよね。なんかね色がさクリシュナ神とかもそう、色がアヌンナキの色なんですよなんかこれさやっぱりでね、その神話が語り継がれてるんですね。あんまり詳しい内容っていうのはさなんか確実なのかっていう、聖典とかもあるんだけど、聖典があるよりももっと昔から語り継がれていて、途中で聖典を作ったって言われてるぐらい昔からのその情報がある、国なんですねインドっていうのは。で神様のあれみたいな、そのなんか神様の話とかもすごいたくさんあるんですけど、ちょっとアヌンナキの話と被るものがあったりとかするんですね。やっぱそういうなんて宇宙人とさインドっていうこの土地も何か関わりがあったんじゃないかなって読めるって感じですね。そう
アヌンナキもさきっといろんなこう地球の中でいろんなもの場所を探したりしたと思うんだけど、この土地は何かあったんだろうね。この土地というかここの場所とかさ、そのアヌンナキが来た時の、インド人たちもかなりスピリチュアル性を持ってたんじゃないかなっていう感じかな。そうね、本当にこう未知数とか面白いですね。皆さんもねインドに興味があるっていう方たくさんねいると思いますので、何かの機会で来ていただけるといいと思います。今インドはね本当にこう昔のインドっていうのはね近寄りがたいようなところがあったと思うんですけど、今は本当にこう快適です。快適でもちろん汚いところとかもあるんですけど、綺麗なところもすごいあります。綺麗なとこも汚いところも両方あるから、でこの先多分もうインドどんどん発展してくる、今結構発展してるんですけど、もっともっと発展してった時にこの汚いインドっていうのかな、だから陰と陽というかさ、両方やっぱあるのが自然じゃないですか。でもこの陰みたいなところをちょっと見ることがなかなかできなくなってくるかもしれない。まだ大丈夫かな、私たちが生きてるうちは大丈夫なのかな。ここがでも面白さではあるからね。何か機会があったらね来てみるとすごいこう何か感じるんじゃないかなと思います。はい、ではではまたインドの話します。